せ兄ちゃん、はーちゃん、ご結婚おめでとうございます。めっちゃ考えてるじゃないですか。ありがとうございます。おじにあたりますというはあるんです。どうなったどうなった。ウェディングケーキご入刀でございます。おめでとうございます。乾杯。一言ある。せんちゃん、はるか、おめでとうございます。ちょっと時間も過ぎてますんで、よろしくお願いします。固い絆に思いを寄せて、語り尽くせぬ青春の日々。遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。ロックンロールを母ちゃんにして幸せになれ。オッケー。愛されてるいつもサティファイ。お父さん、お母さん、今日までの24年間大事に育ててくれてありがとう。お父さん、昔から仕事熱心でいつも家族のために頑張ってくれてありがとう。小さい頃からお父さんと一緒に遊んだり出かけたりっていうのは少なかった方だと思いますが、幼稚園の時の親子遠足に来てくれて動物園を一緒に回ったことすごく嬉しかったので今でも覚えています。私が2歳の時から接骨院を開業したくさんの努力と苦労があったと思いますが、今こうして一緒に働けることに感謝しています。まだまだ未熟者ですが少しでも頼りにして
もらえていること、とても嬉しく思っています。小さい頃は仕事の帰りが遅く、なかなか一緒にご飯を食べるっていうのはなかったですが、最近は休みの日に一緒にご飯を食べに行ったりすることが増えたので嬉しいです。これからもそういう機会が増えていけばいいなと思っています。お母さん、いつも思うままに行動させてくれてありがとう。たくさん心配かけたと思いますが、私の一度決めたことは曲げないという性格を一番理解してくれて、いつも応援してくれてありがとう。時にはたくさん怒らせたり、お母さんの言うことを聞かなかったりしました。ごめんなさい。大きな決断をするときはやっぱりお母さんの言うことがいつも頭をよぎります。今までたくさん相談に乗ってくれて、アドバイスをくれて、本当にいつも頼りにしています。5人の子供をここまで育て、一生懸命勉強し、昔からしたかったことを今仕事にしている、そんな努力家のところ、すごく尊敬しています。今まで何の不自由もなく、お父さんお母さんに育ててもらい、専門学校まで出してもらって鍼灸師として働けること、本当に感謝しています。今日という日を迎えられたのも2人のおかげです。ありがとう。これから千一君と明るくて楽しい家庭を作っていきます。まだまだ迷惑をかけると思いますが、よろしくお願いします。最後になりましたが、千一君のお父さん、お母さん、これ優しくしていただいてありがとうございます。まだまだ未熟な私ですが、これからもよろしくお願いします。藤原家ご親族の皆様、これからたくさんお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いします。新婦のお父様、お母様、ご家族に向けられてのメッセージ、十分また十二分に伝わったような気がいたします。普段はなかなか恥ずかしくて口に出せないありがとうの気持ちをあなたが、そしてお二人のお父様、お母様のお名前をなされましたメモリーポイントを送っていただきたいと思います。お知られのはお母様、しっかりと守ってくださいましたのはお父様。これからは信用を成立して本日は、千一とはるかのために、お祝いの言葉などいろいろいただきまして誠にありがとうございます。今日代表しての挨拶をせないかんということで、ここで暴露というかしますけども、緊張しすぎて、もう結婚式の披露宴というところではなかったですという話をしようと思ったんですが、なぜか花嫁の方のお父さんの方の気持ちになってしまって感じがないけど、式の時からね、だって入ってきたと思って、俺関係ないけどと思ってこれで今これで考えたことを全部組んでしもって、あと一切言うことが組んでしもったんやけど、この披露宴するにあたって長尾家のお父さんの方が式の費用を出したるよというのを2人に言っていただいたみたいなんですけど、2人はそれを断ったというふうに聞いてます。お父さんと2人で酒飲んでゆっくり話した時もあるんですけど、
さっきも言うた、先生が頼らなくて心配ですっていう話をしとったんやけども、いやいや結婚式費用出せるために2人で金貯めて2人でやると、ほっといてくれというふうに言われたという、それと仕事の話とかいろんな考え方が共感できることがありますと、しっかりしてるはるかを任してもいいんじゃないかと言っていただきました。それは、先日には今初めて言うんですけど、初めて言うというか言うのを忘れただけなんですけど今日金貯めてそうって言うたってそんなもん金がねみんな分かってるもうたまるもんじゃないし実現するかどうか分からへんなと思ったんですけど今日のこの、実現できてこれ結婚短い間にね2人で貯めたみたいで、これははるかちゃんの一人はるかちゃんのもう家計というかその管理が素晴らしいなというふうに思います。僕ら親にとってはこの2人まだまだいつまでも僕らの子供ではありますので、2人が幸せになっていただくことが家庭も一緒になってくれるのが僕らの幸せであると思っております。それが、また親孝行でもあるというふうに思っています。政治と違ってはるかちゃんはお父さんお母さんも本当に大事にされてまして、それを政治が嫁にもらって本当に頑張ってせなあかんというふうに思います。最初から藤島家の方が滑り倒してだけども、でも今日これを実現して2人は決意を新たにしてやっていくんだろうというふうに思っています。どうぞこれから末永く皆さん2人のことを応援してやっていただきますようによろしくお願いいたします。最後、僕の挨拶としては終わりますけども、この後新郎からの、最後のこの広い締めの挨拶があると思うんですけども、この挨拶これもでござなかった分バチッと決めてくれるというふうに思っております。これで、ハードを上げといて、先ほどこれで挨拶をさせていただきます。どうも。ハードのマックス名前を使われた上に滑られたんで、ちょっと言いづらいんですけど、今日は僕もちょっと考えてたことがちょっとだいぶ飛んでしまったんですけど、初めはずっと、不安とか緊張でいっぱいやったんですけど、終わりかけてみるとちょっと寂しいなっていう気持ちになります。それでは皆様方のお祝いの拍手の中、新郎新婦としてお二人のお父様お母様のご退場でございます。今日から新しい人生を歩んでいかれます新郎新婦でございます。
ます。どうぞ皆様、お二人に本日一番の拍手をお願いいたします。本日は誠におめでとうございました。本日は誠におめでとうございました。どうも。